こんにちは、お邪魔します。失礼します。どうぞどうぞ。はい、お邪魔します。あ、秀也さん、このほら。また私がお邪魔した時に飲める袋が可愛いよね。これね。すっごい可愛い。どうぞ。ありがとうございます。よろしかったら召し上がってください。いじゃあ秀也、早速だけど、はい私もまだ見せていただいてないお部屋もあるので、ありますあります。なんとなくざざっと。はい。いいですか？ここはですね、リビングダイニングで使ってます。で、まあ10席、12席ぐらい。12席。これも作ったの？これも作った。で、これは和紙でできてて。これ？そう。天板が？そう。で、畑野渡さんっていう方に貼っていただいて、うちでまあデザインしたロングテーブルですね。ここはじゃあお食事したり、みんなで会議したりとか、人を集めたりとか、っていう感じかな。日々ね、楽しいことをここでやってます。いいね、秀也っぽい、すごく。だってここ真っ白だったんでしょ？真っ白。真っ白の普通の家。普通の家って言うと怒られるけど、人生で初めてなわけですよ。そうだよね。私が生コンとか以外に住むのが生コンっていうかなんていうの？アスファルなんていうの？コンクリートのね。コンクリート、そうそうそう。以外は初めて。これクロスも初めてだし、真っ白のまあある意味こうね、よく日本のマンションにあるようなそういうのは初めてだったってことね。まあここですごい世界観がわかるんですけど、私何が好きってこのアプローチっていうのかな。こんな家ある？突き当たりね。突き当たりまで。こんなに廊下に置くうちある？なんか、廊下がここズドーンと通ってるから、いろいろここってどんな風にできてるんだろうって人って思うのって楽しいじゃないですか。でそれをいかにしてこの入り口から作れるかっていうのを、まあ、考えて、でまず入った瞬間にこういう空間があったり、ここでちょっと座れたり、これも素敵だよね。そうでこうやってちょっと座ったりすると、なんか別にここで座ることないんですよ。ないけど座っていいよって言われるなんか気分がいいから。確かに。いやワクワクするこのなんかプライベートゾーンに入っていくまでのこのなんかアプローチが本当に美しいなと思って、でちょっとほのかに見える、まあ、奥にあれなんだろうあれみたいな、まあ、ちょっと和のような感じもするけど、ああいったところもすごい素敵だなと思ったんですけど、奥には何があるんでしょうか？奥にはじゃあこっちからどうぞ。はい。はい、こういう、まあ、食器とかを越えてギャラリーのようだわね。なんかでここもどうでもいい空間なんですけど、いろいろこう雑誌もあったり、好きな本もいろいろあったり、食器もあったり、すごいね。まあこれはアーカイブですけどね、使ってるものはあっち側のリビングに多く置いてあるから。これはアーカイブなんだ。そうでここにいろんな椅子を置いてあるんですけど、ちょっと名護さん座ってみてください。ここでちょっとなんか資料を見たり、でこっちの日がいいなとか、夕方はあっちがいいなとかって思って、なんかこう一人でここでダラダラするわけですよ。最高。そう。こういうちょっとなんか自分に向き合う時間はね、すごく貴重だよね、秀也の場合はね。でそうすると、ありがとうございます。ちょっと何？私の本があるじゃない。そうですよ。やった、ちゃんと読んでくれてる。読んでます。あ、嬉しい。はい。だからいろんな本読んだり、で器見て、次のデザインの図柄見たり、図柄考えたりとか。なるほどね。ここからずっとよりプライベートになっていくんですけど、本当だ。ここはもう本当にさっき入り口から見てもらった長い廊下の先に、いいんですか？いいですよ、どうぞどうぞ。ここでまあ寝てるとこ公開するなんてあれですけど、ここはここで秀也のオンの顔じゃない、ちょっとオフの顔っていうか、こういうのもちゃんと言ってね。ねえ、色はさ極力ないし、白で清潔で、ある意味ちょっとこうファンタジーな感じ、そこがまたすごいいいね。こういうのも全部作ったの？そう。これ全部蚊帳作って、すごいね。でそれに電気を中に入れてあって、でそうすると失礼します。こう上向くとですね。あ、本当だ。
こう考え事するのに確かにちょうど面白いわけで、こういうちょっとこう利電のような和紙のような、これが加わるだけで全然違うんだね。だから同じ白の中でいろんな素材感を確かに混ぜる、このお布団とかも全部そうですけど、っていうのがまあ楽しいと。これさすみません失礼します寝た時の上の景色ってめちゃくちゃ大事だね。そう一番大事な時間を過ごすじゃない。確かに。で夜寝る前に考え事する、朝起きた瞬間に目が覚める、でその時になんか上に好きなものがあるって確かにすごい大事だなと思っていて。いや本当そうだね。だからね、ベッドルームはなんでそんなに枕置くのってホテルでもないのにと思うんですけど、そうしてるだけで気分がいい。いやわかるわかる。これはあれですね、パーテーションですね。うちでいろいろ作ってるパーテーションをここにまあ平たく置いて、でベッドボードにしたと。なるほど、面白い。いい。すみません、超プライベートゾーンに。そして、まあ奥は、ここがちょうどこの廊下バーッと見えるので、ちょうどこういうものがあると、すごくなんていうんだろう、奥行きになっていいかなと。そしてホテルみたい。そうちょっとね。ホテルのさウォークインクローゼットとかホテルのバスルームみたいな、そういう感じがするよね。これはでも真似できるね。なので、必ず突き当たり、扉開けたとこだけ、中は見せたくないじゃん。だけど入っちゃいけないって人は分かるから、見えるとこだけ全部開けてもいいようにしておくっていうのはなんとなく優雅に見えるポイント。見える。でドアは基本的には閉めない。閉めない。そこだよね。そう日本の住宅ってドアが多いもんね。で全部隠すじゃない。確かに。だから隠さないでまあドンつきって言われるこの突き当たりの部分だったりとか、まあアプローチの部分だったり、狭いところから広いところに空間が抜けていくとか、そういうことでやっぱりこうドラマティックな感じにしてるっていうことだよね。これはね私なんかね真似できるような気がする。秀也さんというわけでですね、私はアートディレクターの秀也のセンスと考え方と実行力とあとコーディネートっていうのかな、なんかそれが本当に大好きでいつもインスパイアされるので、私自身も知りたい秀也がこの空間を作り上げた Tips、で多分私を含めたみんなが真似できるところもあると思うんだよね。だからそれを今日は紐解いていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ここがまたちょっとこう色っぽいというか、まあなんかレストランでいうと、まあ、ウェイティングじゃないけどそういう感じがするよね。これはあえてベンチを置いて、クッションを置いて、まああんまり玄関にクッションを置く人っていないと思うんだけど、これは秀也にとってはどういうこのスペースなんですか？なんか出かける前に、ってちょっとここで、考え事までしないけど、一回座って靴選んでみたり、どういう風に今日行こうかなとか考える場所を帰ってきて一回座って荷物を置いて、よしリビング行こうかと思う場所、ただそれだけなんです。なるほど。ここはつけないね。だからつけない。電気はつけない。基本的にはもうフロアライトかダウンライト、キャンドルの光、昼も夜も。そう昼も夜も。4回ぐらいお邪魔してるんですけどまあ飲みになんですけど、とてもラグジュアリーでとても個性的だし秀也っぽいのにものすごいねリラックスできるんですよね。それまたここのあれもあるのかもしれないですね。まずなんかここで切り替えるというかね。切り替えるっていうかね。でここに入っていただいて、ここがまあすごい好きな空間なんだけど、好きなものを集めているっていうことってなんか幸せになるじゃないですか。それらがきっちりここに、まあ、自分なりのこうキュレーションをしてある場所でガラスのものばっかり置いてて、まあ、バカラとかサンルイとか日本のガラス作家とかいろんなものがあって、でガラスの照明を2つ、まあ、入れてあって陰影が見えると。でここってこういう、なんていうのかしら、いわゆるこう出窓じゃないけどこれってもともとあったものじゃないよね。ここね、もう入るとドバーッとしたリビング空間だったので、もうこっからがリビングだったの？そう、もうこっからリビング。こっからじゃあバーンって広がってたんだ。そうで、そうすると、なんかなんて言うんだろうな、味気ない空間になっちゃって、なんかこうドキドキしない、余韻がないね。そう余韻がないから、それが嫌だなと思って、なので全部一旦ここで壁を作って、これをあえて作ったのね。そう壁を取る
って私わかるけど壁をあえて作ったここを狭くして、まあある意味この廊下の使い方っていうか、少しあえて狭くして、でこっちに入っていった時に、わーって視界が広がる感じ。なるほど。じゃあこの上まで全部作って、でここは、嫌なところが多かったんですよ、この物件。ヒデア的にはね、梁が出てるとか、ドバッとしちゃってるとか、なんかスタジオみたいなのが好きなんだけど、無駄にただ壁がないだけだったから、梁の高さも全部違うし、っていうのでこれは全部隠したわけです。だからこの中に梁が隠れてるわけです。あ、この中に梁があったんだ。不思議な梁がいて、それがすごい嫌だったから、見えないように壁にすることによってボコボコした凹凸を感じなくなる。なるほど。で、まあここを作ったこの壁を作ったことによって、廊下がここのお家長いんですよ。本当だね。でその長いのもすごいなんかブサイクだなと思ってたの、初め不思議で。面白いね。そうなんだけど、廊下にブサイクも美形もあるんだ。面白すぎる。そうすると、もう入り口からズドーンといったら圧巻だなと思って、広さがわかる。確かに。館のね。確かに。と思って、一番ドン付きに、見えてもいい棚を置き、バスルームなんですけど、でこの手前から同じような画角でズドーンと見えるんだけど、そこにこう植栽とかを置くことによって、見えるか見えないかだけど人って来る時にどうなってるんだろうと思って奥まで見るじゃない。なんか奥にあると思って、それがまあ高揚感につながればいいなっていうのと、自分も帰ってきた時に奥まで行かなきゃいけないわけじゃないですか、バスルームまで。なんかその楽しみがあるといいなと思って。廊下をあえて伸ばしたってことだよね。そうですそうです。ここまでね。逆にね。そう面白い発想だね。で合わせてこういうものが置けるから、ね、アートもあるし素敵ね。これも自分で作ったの？これはねヴィンテージでね北欧のものなんです。これとかは日本のもの。そうだけどまあいろいろこう組み合わせて花入れたりして、で自分は通れるわけ。確かに。私も通れる。そうそうですよね。だから廊下だけれど通らなくてあちらからご案内するんだよね。ご案内する。そうだけど奥まではちゃんと突き抜けてるっていうのがまあ面白さ。面白いね。この直線を生かしたのね。そうなんです。廊下の使い方勉強になります。こんなアーチがあるお家見たことない。そうだけどこのアーチがあることによってちょっと異国感ありません？ある。そうなんかちょっとモロッコとかそうなんだけど、なんか日本の方って多分真面目だから家の中にアーチがあるんだってそんな変なことやれないみたいに思うと思うの。だからまああえていわゆるちょっとなんだろうな、旅に行った時に見たホテルとかのように感じてもらえるような空間になったらいいなっていうのと、ここから入ると食卓が始まるので、なんかその喜びがあったらいいねっていう。いやもうこれ私結構びっくり、初めて伺った時に結構びっくりしてこんなのついてたっけって言ったらいや作ったって。だからこの少しこう丸みのあるフォルムと、あと真四角のデスクとかテーブルとか、なんか廊下もまっすぐだし、なんかこの湾曲してるもの、こう丸いものと四角いものの使い方がまたものすごいなと思って。なんかその丸いものっていう話で言うと、さっきのガラスは全部丸なんです。確かに。でそういうやっぱり直子さんがまさにおっしゃるように丸いものと線のものって、両方混在することによって人をこうなんていうの柔らかくするというふうにいつも思ってて、必ずこうなんていうんだろうな、流線を描いたものは入れるようにする。なるほどね、面白いね。でもさ、このマンションで例えばリビングダイニングが真四角でちょっと使いあぐねてる方とかも、こういうまあね、後からつけてるわけだから、なんか棚を1個買うよりも、もしかしたらこういうもの作っちゃった方がいいと思う。いいよね。そう絶対そう思う。なるほどね。壁って、これなんかあれなの、漆喰かなんかでやってるの？これはね、本当はそれがいいか悪いかはもうご自身のご判断ですけれど、塗ってます。
クロスの上に塗ってるんです。だからいわゆる日本のマンションにありがちな、白のボコボコクロスのクロスを塗ったの、その上から。それを塗装してるんです。で、なんでそうしてるかっていうと、結局何年も住むんだったら、壁紙って、越す時に変えるじゃないですか。なので、わざわざこれを取っちゃって塗装すると、それだけで大工事なんです。確かに。なんですけど、壁紙の上に塗ることによって時間も省ける、予算も省ける。で、その質感がなんだろう、僕の中ではこの壁紙自体が初めての経験だったのでどんな家に住んでたのよこの壁紙意外にモコモコしてて可愛いじゃんって思ったの。そしたらこれ塗ったらいいんじゃないのって思って、こっちは、ゼロツヤ。そうね、はい、マットだなと思った。こっち100ツヤなんです。面白い。安っぽさとシックさの両方が共存することによってクラスがアップするっていうふうに考えたわけです。はっきり言うけどね、ヒデは天才だよ本当に。そうだからツヤツヤでしょ。ツヤツヤだからなんか違うものに見える。それでね、これ夜はこのツヤがすっごい色っぽくなるんだよね。ちょっと反射してね、光をね。でね、女の人の肌も、男の人もそうだけど、みんな肌が綺麗に見えて、うわーすごい、なるほど。じゃあこのある意味こうマンションにありがちなクロスは塗ってしまう。だけれども色だけじゃなくて質感みたいなものもちゃんと計算すると、こう立体感みたいなものが出てくるんだね。でもう一つ、これちょっと tips じゃないかもしれないんだけど、ヒデ、カーテンってだいたい日本のお家ってさ、カーテンレールがあって、これって天井の真上から下がってるんだけど、天井の真上から、いわゆるタッカーと言われるホッチキスみたいな打ってあって、でなんでそれをするかっていうと、日本の住宅って窓枠がアルミサッシなんですよ。確かに。でそのアルミサッシがいわゆる高級なレジデンスとか行くと、それが上等になんとなく加工はしてあるけど、とはいえ窓ってわかるわけ。味気がないね。そうで、そのお家に住んだことがなかったのね。なんかいつも特注で作られてる家とかばっかりだから、特殊な扉がついてたりするところを好んで越してきたわけです。なるほどね。前のお家もそうだったもんね。なんだけど、この度、普通の窓枠の中に入ったらこの窓枠が見えると気分としてはいろんなところに行ってる気分になりたいわけじゃないですか、お家って。で、どうしようかなと思った時に、わざわざカーテンレールを隠してるボックスがついてるから、なんか世の中のマンションってね、多分レールが見えないように、レールとか見える見えないの問題じゃないわけ。高さがもう窓枠がきっちりどのサイズか分かるようなサイズになっちゃってるから、天井から打って下げることによって、いわゆるなんだろうな、日本の住宅じゃない高さのカーテンが入れられるようになっていると。そうだね。ちなみにこれはじゃあ開かないってことですよね。開きますよ。開きますか。普通に開きます。こうかき分けるってこと。かき分けて止めるってことです。だからスルとはいかない。いかないってことだよね。で、下たっぷり床が吸って少し5センチ以上は吸ってください。だよね。ワンクッションあるぐらい。だからギリギリじゃダメなんだよね。ダメです。はい、ちょっと長めに作っている。なるほど、面白い。で、なんか今の話に付け加えると、直子さんがおっしゃってくれたように和紙があって、革があって、ベッチみたいなのがあって、でカーペットがあって、壁が塗装で、でシャンデリアがあったり、リネンがあったりする、その強弱がなんかこう幅になって、本当にそう。なんかこう豊かさにつながればいいなと思いますよね。本当にそう。だからこうファブリックで見せるこう奥行き感もそうだし、あと工程、例えば鉢をあんな上に置く人見たことなくて、なんなら下か、なんならサイドテーブルの上かだと思うんだけど、あんな上に置くのだろうかって私はびっくりしたんだけど、やっぱりそのファブリックで作る奥行きと、あと本当の工程で作る、これがやっぱりあるからこそのこの空間なんだなと勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ続きます。はい。最初にお伺いした時に、私赤い壁と思ったんだけど、これはどうされたの？赤茶、エビ茶みたいな色か。そうです。で、なんでこの色にしたかっていうと、
天井が低かったんです。あ、自分が今まで住んできたところより圧倒的に。で天井が低いってことはなんかこう自分がちゃんとお部屋の中でこもれる環境を作った方がいいなと思った時に、より天井が低く見える色を選んだわけです。逆にね、存在が見えるじゃないですか。で存在が見えると人って多分安らぎを感じられるんだと思う。だからネスト感だよね。そう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 。巣作りじゃないけど洞窟。そう。なので濃い色を持ってきて、で壁の色は、まあこの辺は同じ色で引っ張ってきてますけど、隣のいわゆるその壁の色はグレージュというか、キャメルと灰色のちょっとグリーンも入ってる。そうちょっとグリーンも入ってる、みたいなお色を作ってもらって、塗ったんですね。このだからエビ茶というか、まあ赤茶、茶赤とこの色と、あえてなんかこう限られたスペース、安心できるスペースっていうのをこの色で作ってるんだね。このカーペットのお色もなんかちょっとこの赤を引っ張ってきてるのかなと思うんですけど、これはどうしたの？これはね作ったんです。ここ用に。なので幅がここにぴっちりはまってて、でまあちょっと凹凸があるものですけど、同じ色を引っ張りながらも少しスペインとか、そうだね、そういう感じを感じられたらいいなと。壁っていうとまあ白、もしくはグレーっていうような思いがあると思うんだけど、でも意外と大きいスペースだし、自分の好きな色とか安らぐ色を大胆に使っちゃってもいいっていうことだよね。大胆な方がいいと思います。本当だね。使うのは。そう。ヒデヤにとってさ、なんだろう、光っていうのかな、まあ明かりみたいな、なんかどういう存在というか。陰影。なので。明るいことが重要ではないと思っていて、明かりがあるところが明るく見えるじゃないですか。それって明るさの量ではなくって、ちゃんと照らされてるかどうかっていうことだと思っていて、そうかも。そうすると文字が見える見えないみたいな話も結局一緒で、明るいところに慣れてると人間の目ってそうなるわけですよ。でもどう考えたって例えばアジアの明かりとヨーロッパアメリカの明かりで考えると明るさが全く違うのに、目がいいとか悪いの話ではないわけです。確かに、っていうのをいつも思っていて、でそうするともともと日本人も、お茶室とかそういったところで習慣として慣れているから、明るさをきっちり窓で撮る。なので空間は一見入った時に暗く感じるんだけど、そこにいると明るさが取れてるから、作業がちゃんとできるようになってるわけです。ちゃんと暗いところは保ちながら、必要なものに照らされてる明かりは必要だけど、それ以外の無駄な明かりはつけちゃうと空間がベターっとしちゃって立体感がなくなるから、明かりの量は灯体が多い方がいい。なるほど。なんか和室なんかも、例えば障子とかって、障子から差す光の柔らかさみたいなところが美しかったりとか、明かり取りなんていう言葉があったりとか、なんか影をきちんと作ってあげることによって光っていうのはすごく、意味があるものになってくるっていうか。なるほどね。だから光量を上げるとか、明度を上げるみたいなことではなくて、だからこの上つけてないよねいつも。そう全くついてない。これ一灯だけ。これだけだよね。あとはテーブルの上のキャンドルとか棚の上のキャンドルとかこういうものとか。っていうのがいろんなところにちょこちょこあることによって、ちゃんと光が感じられて、本当そう。物が見えている。確かに。でそれがすごく重要。だから蛍光灯はいらないってこと。いらない。そう蛍光灯だと明るすぎるっていうことになった。だからそれで潜在的に多分明かりの話を、明るくないと物が見えないって思ってるんですけど、見なきゃいけないものに明かりが当たっていることが重要で、空間が明るいことが重要なわけではないわけです。確かに。なるほど、面白い。そっか。であといつも、器がこんなにあるんだって思うんですけど、もうね様々です。和食器、洋食器、時代感もいろいろだし、これはどういうふうに
集めてるんです。この辺はだって完全にヴィンテージだよね。あ、そうそう、もう古い古い江戸幕末のものですよね。出会ったところで出会ったものとこう過ごしているっていう言い方が多分正しくって、沖縄、これ木だこれ。そう、韓国、韓国、ね、すごい。こうすると旅しているじゃないですか。確かに。これはもう自由にその日の食材とかゲストによって組み合わせるの？組み合わせる。もうそれパッと思い浮かぶの？そうです。この辺はよく使うものなの？なんかほらひたすらあるじゃない器が。この辺はねよく使う。この辺はよく使う。この辺はガラス。ガラスもあるし、銀食器があったり、アスティエがあったり。でこの辺は普段使うグラスでバカラとか、なんか三類とかいろいろ。すごいね。そうでお重類、漆器類、これは何に使うの？これは運動会とか？いやこれはなんか夏場、お家に来てもらったら、おそうめんでお弁当みたいにしたら可愛いじゃないですか。確かにお薬味とか。なんかおそうめんも出していただいた気がする名前。これで出した記憶があります。これも人間国宝で、もう本当にすごい大事にしてるものなんだけど、これが入るようにこのサイズはこの幅を作ってるんです。あえて、そっかそっか、測って。そうこれだけはね。でコペンハーゲンがあったり、もう旅してます本当に。世界中。そうなの。でそうすると、さっき直子さんが聞いてくれた、いつもじゃあどうやって選んでるのって言ったらインスピレーションなんですけど、直子さんがパリから帰ってきたな、ミラノから帰ってきたなと思ったらミラノの話をできるように食器を並べる。なんてこと気がつかなかった。そうでそうすると、無意識に違和感なくずっと喋れるんです。確かに。うわすごい。そうでそれがやっぱりなんていうの、食卓の楽しさ。そういや本当にそうだね。すごいな、すごいなしか言ってない。大丈夫かな。そうだからさ、ヒデヤがやっぱりそのいろんなところで自分のセンスとインスピレーションを駆使して選んだものをあえて食器だなって考え方があるじゃない。全部見せるのね。そうです。色も材質も。そう。ちょっとだってまとまりがあるもんね。そう。でそうすると、季節によってちょっと違和感になるわけ。今春だから春っぽいものが表に来てるんです。それ入れ替えるのじゃあ。そうでそうすると秋になったらば、やっぱりこういう子たちが表に出てくると秋の色なので、本当だ、花の質感が変わるわけです。違う全然。でそうするとなんかこう季節を感じられて、季節で使うものも違うので。まあこうやってハーフオープンにしておいて、好きな食器は色とか、形とか材質で見せてあげるっていうことだね。これもまた作ったの？これも全部作った。これも全部うちのヒデヤハウスで作ってて、でこれはなんでこういうものを作ったかっていうと、このままなるほど置いて整理するんです。そうか。これも季節ごとに整理するから、いくつも出してこう差し替えて使えるようにわざわざこうお着物のタンスみたいに作ったんです。だから器の衣替えじゃないけど、季節の衣替えがあるんだ。だけどしまっちゃうともう出さないんですよ。確かに。そうだから、全部触れるところに収納できるようにって言って全部作ったんだけど、これは器冥利に尽きるね。ツールがあったりとか、しまい込むものは何もないってことなんですね。しまい込んじゃうともう使わなくなっちゃう。使わないからね。ヒデヤさっきさ、やっぱりとにかくしまい込まないというふうに言ってたけど、このなんかオープンシェルフみたいなところも多分作ったんだよね、きっとね。作りましたこれね。これはもう前の館の時に地下に作ってたものをここに持ってきたんですけど、これはまた本もなんだろう、この実用的なものと、洋書だからね、もちろんインテリアにはなるんだろうけど、このインテリアの Tips みたいなものが結構もう混在して一緒にあるんだね。そう、自分にとってはインスピレーションなので、ここに座ってなんかいろんな本を読んだりとか、建築家の本を読んだり、ファッションの本読んだり、あとは全然文献とか直子さんの本とかね
ありが恐縮です。ありがとうございます。しますよね。まあそうやって雑誌も一緒に置いてあるし、このなんだろう、本の積み方っていうか、まあ例えば縦と横があったりとかあるじゃない。これもなんか意味があったりするんですけど、まあ大体ほらみんなきっちりこう並べるじゃない。こう横に流れていくように。でもあえてこう積み重ねるものもあったりするんだね。景観ですね。景観ですね。景観とあとはなんか自分にとってジャンル分けされてるんです。だからすぐ手に取りたいものと全然手に取らないけどたまに見るものとっていうのが全部こう自分の中では分かれていて、たまにこう差し替えながら触ってる。まあ本と例えばインテリアの小物みたいなものを一緒に置く人は結構いるけど、器と本って多分秀也が初めてじゃないかなっていう気がするけど。確かにね。しかも普通器の上にこんな重そうな本置いたら怖い置けないと思うんですけど、まあ割れる時は割れるわけですよ。割れないようにはしてあげなきゃいけないけど、でそう思うとやっぱり下にあったらある程度は守れるから。確かに。でかなり奥行きのある棚なので、本当だね。もうこれが倒れる時って違う問題が起こってる時です。確かに本当そうだね。そう、まあ地震とかいろいろね日本あるから気をつけるんだけど、だけどまあもうこの奥行きを担保してるからおおよそは大丈夫。なるほど。楽しくない？楽しい。なんかこれを目の前にこう本読むとなんかねいろいろ考えられる。楽しい。でこうね古いものもあるから。時間の流れっていうか時の経過みたいなねこともすごく長くあるし、いやここすごく秀也っぽくて好きだな。楽しいんです。はい。ここでワイン飲んで、ワインをね片手にね。そう。まあいつもワインですけどね。まあいつもワインだけどね。はい。はい。で秀也最後の tips なんですけど、まあ本当にいつも素敵なテーブルセットなので、初夏5月の初夏の皆さんお招きするなんかテーブルセットを教えていただいてもいいですか？もちろんです。じゃあ早速にまずはお敷ですね。お敷。これがないとダメなの？ないとダメなわけじゃないんですけど、例えば円卓とか小さいテーブルだったらクロスとかでもいいと思うんですよ。だけど何かしらその仕立ててあげるためのお客様お招きしますよっていう姿勢が見えた方がいいと思っていて、だからまあ下に敷くものはすごく重要だと思っているんですね。じゃあ小さいテーブルだったらクロスでいいね。そう。ちょっと使うものを一旦今日は置いていきますね。私はここに佇んでればいいですか？はい、佇んでいただいて。これ大きいものからとか小さいものからとかそういうルールもない？大きいものから小さいものからっていうルールもない。ルールもない。まあじゃあ初夏の直子さんだから。やったー。シルバー。そう。すごい。来る人によっていろいろこう考えるのが楽しいじゃないですか。何このメタルっぽい。鈴なんだこれ。そう。だから今鈴と銀を合わせていくと、ジュエリー使いみたい。面白い。そうなんです。これやっぱり楽しい？これやってると。そう。一番なんだろう集中してるし。木が。でこう押していって、なんとなく合わせを見て。お箸置きに使うの？そう。ちなみに今日はもちろんテーブルセットを見せていただくんですけど、初夏のこういうテーブルセットだったらメニューは何になるんですか？メニューは絶対最後締めたいのはそうめんですよね。私はね。で、それ以外はやっぱり夏野菜が美味しいので、夏のお野菜をたくさん食べていただき、でまあ海鮮の美味しいものも少しいただくけど、最後は、お家だったらしゃぶしゃぶとかしたいかな。お腹が空いてきました。そういうでなんとなく、これも見ていただいたらあれなんですけど、色味が少し初夏っぽい、本当だ。オレンジも入ってて、ブルーも入ってて、でそれでちょっと選びました。で合わせて、互い違いに、なんて言うんでしょう、お敷もなってるけど、シルバーとつながるように
シルバーの縁取りをしてあるものも一緒に入れる。なるほど。そうで、そうすることで連動性が生まれる、お洋服と一緒だと思ってるので、本当だね。何か一個連動させといてあげるっていうのがすごく重要。それはなんか色とか素材とかそういうこと？そうそう、色も素材も、感じも全部。そしてやっぱりこう丸だけじゃなくて、この少しこうなんていうの、個性的な有機的なお敷と、あと鈴のこのちょっと四角いプレートみたいなところがやっぱりバランスだよね、これもね。そうなんですよ。普通角張ったお敷しかないんですけど、うちでわざわざ作ってるんです。これ作ってるんだ。そうですそうです。で、なんとなくこれで決まった、でそうすると最後整えていくんですけど、いつもね、なんかこう入ってくるとこれがもう用意されてて、今日はどういう感じかなっていうのがすごい楽しみだったりするけど、で夕方にこれを先組んで、でなんとなく料理を始めたり途中でやったりして、最終決めるんだ。そっか、これが先にあるのか。これが先にある。その辺のグリーンのグラスはガラスの器は何に使うの？なんか、いつもいろいろこう梅をディップしたりとかいろいろするじゃない。でそういうのを、こうやってなんとなく先に構図を決めるわけです。かわいい。良くなってくるっていう。ここにグリーンが入ったり、トマトの赤が入ったりするわけですね。するわけです。でお水を、グラスもそれね、何杯も飲んじゃったりして。そうこういうポットがあって、バンブーがあって、直子さんが持ってきてくれたワインがこうやって置いてあって、最終的にもう一個シャンパーニュが必要なので、こう入れるとなんとなく今日のテーブルが出来上がる。すごい素敵。夏になってる。なので様々日本のものもあるし、若い作家のものもあるし、バリのものもあって、洋のものもあって、でなんでしょう、こういろんなこう国のものがあることによっていいし、直子さんが来るからブチェラッティの箸置きにしたんだよね、なんだよねっていうと楽しいじゃないですか。そうそう。それが食卓かなと。いや本当にだからとても完璧だし整ってるんだけど、なんかどこかやっぱり和やかで、なんか話が尽きない感じっていうのはこうやって作ってくれてるんだなっていうのが分かりました。本当にすみません、いつも身一つでやってきて、いつでもいらしてください。秀哉忙しいのにありがとうございました。わざわざ来ていただいて。もういつもほら、セットされてるものにスンっていってスンって飲んで食べ始めてね、ワイワイ喋ってね、ありがとうって言って帰っていくから、こんなにこう細やかにこの空間を、ご自分のためがねもちろん最初だと思うんだけど、でも人が集まりやすいように作っているんだっていうところがすごく面白かったし、あとやっぱり今までに本当になかったお仕事のやり方とか暮らしじゃない、ファッションもやる、器もやる、お料理もやる、なんかいろいろ作るみたいな、なんかそれのインスピレーションがここから生まれてるんだっていうのが分かって、本当に豊かな時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。秀哉もちょっと一言、うちの読者さん、ユーザーさんにお願いします。ありがとうございます。本当にいつも直子さんと一緒にご飯食べたりするのを改めてなんかこう説明をさせていただくことによって、自分でこうなんだろう、気づきもあったし、面白いなと思って、でなんか全部多分ものづくりってそうなんですけど、今日は直子さんにどうやって伝えようかと思って喋る、でそれで物も選ぶ、って言って多分日々の仕事も日々の生活もやっていることによって、よりなんだろう、充実した時間になるっていうのは、常日頃思ってるけど、今日直子さんと喋って改めてまたその自分で解釈したからいい機会になりました。ありがとうございますね。あるとかないとかできないとかではなくて、アイデア次第でこんなに空間がその人らしくなるんだっていうのも見ていただけたかなと思いますので、今日のコンテンツ面白かったと思われる方はぜひ高評価ボタンの方をお願いいたします。そして秀哉さんのご質問とかね、あとこういうコンテンツも秀哉と一緒に見てみたいとか、ファッション見てみたいとか、そういったコメントもお待ちしております。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。では秀
昼に伺ったのは初めてでしたけど、ありがとうございました。また夜にはい、ありがとうございます。ありがとうございます。